5000回転ぐらいまでは一気にいくはずなんで、はい、それがスムーズなんですよね。スムーズっていうと面白くないのかって思うんですけど、どこ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 ガリ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 って上がっていくんじゃなくて、ズーンってズーンって上がっていく感じでしょ。アメリカを旅してね、はい、その自然の怖さ、その中で旅をするっていうのは、まあある意味あれなんですよ、冒険なんですよ。はい、台風ですよね、はい、嵐みたいな台風もアメリカって広いから、もう毎日朝ウェザーニュース見ると、サンダーストームが近づいています、しょっちゅうなんですよ。はい、その、風とか、それでインターステート大きな道走ってるとトラックがこう自分を抜いていくわけですよね。その時に巻き込まれそうになったりとか、空気抵抗に対するその怖さ、はい、もうギリギリでブワーッと抜かれた時はもう本当に持ってかれますからね、フラッと。だからその時には風防がない方がいいわけですよ。でも風防欲しいじゃないですか、その虫とかね、風とかいろんなものに疲れちゃうので、気が付くとその最初風防がなかった時のことを考えると手が疲れたんですよ最初ね、体をずっと支えてるから、で風防つけたらいくらか楽になったんですよ。だからこれはやっぱ風防で疲労度って首の疲れとかも全然違うんで、だって1日800キロぐらい毎日走るんですよ。少ない時でも300キロぐらいは走りますからね、天気が悪くても。でそういう中で走っていく時にその台風みたいな風の時に風の中で向かい風になっていきなりボーってなったりするわけですよね。あと竜巻、ね、トルネードちっちゃいのですけどこううわ来たよみたいなのも実際見るわけですよ。日本ではあんまりああいう自然の怖さってあんまり経験したことないけど、そういういろんなものを経験して、それでまあ空力のボディを考えようと。で最初デザインから始まって、まあこれちょっと下手くそな絵なんで、モーテルのベッドの上で机もないところで描いたんで、こんな絵がね、現地で描いたんですね。現地で描いたやつで、この時はまだエンジンがねエボリューションだった、ツインカムのエンジンまだ一般的じゃなかったんで、エボリューションのエンジンベースで考えてました、この時は。まだ00年とか01年ぐらいなんですね。そうです、その頃ですからね。ただカウルのデザインだとか、まあ、こっちにもう一個あったんですけど、前から見た時のデザインとかそんなのも書いてたんだけど、あとバンク角が深くなきゃいけない、あと重心が低くなきゃいけない、もういろんな自分の中の条件つけていって、まあ、こんな形になったんですけどね。でもう帰ってきてからじゃなくて現地のモーテルでバーッと描いたと。こういうのは必要だなっていうふうに。まあ後でちょっと写真、現物このぐらいの写真と見比べると、ほぼいい感じでできてる。後で見てもらうと分かりますけどね。でそれ見て作ったわけじゃないんですけど、その実際にはその、まあ、当時コブラタンクって今バイパータンクって言ってますけど、まあ、ニューコブラって言い方もありますけど、そのタンクを、もう少し幅広くして約、80ミリ幅広く作ってタンクの容量も増やして。でコブラの時のイメージは残しつつ、で排気量はとにかくマッスルカーなんで排気量はできるだけでかく、だけどオーバーヒートさせないと、故障率も少ないと。ただ譲れないのはその XR ヘッドを乗せたビッグツインエンジン、これも一つの肝なんですよ。それに世界中でやってるの僕しかいないので、XR のビッグツインって誰かいたずらでやった人いるかもしれないけど、ちゃんと走らせてこういうプロダクションとして出してるのって世界中で僕しかいないので、1シリンダー1スロットル、つまり排気量がでかくなればなるほど、まあ、2匹の猛獣がいるとします、その2匹の猛獣に餌箱1個しかないと、
餌箱1個しかなくて餌食べさせる時にお互いに邪魔し合うわけですよ。はい、自分が食べようとしたらそいつの口から餌取り合ってこう食べ続ける、お互いにこう取り合っちゃう、効率悪いですよね。だからでかいスロットルつけなきゃいけない、でかいスロットルつけると低速が弱くなる、はい、ですけど小さいスロットルでもすんなりお互いにこう空気という餌が入っていくんであれば、まあ、低速も強い、高速いったってもお互い取り合うことがないんで、こう Y 字型のマニホールドだとこっちが吸いかけたやつをこっちが吸うタイミングになると吸い戻しちゃったりするわけですよ。お互いにこう吸い戻す、こっちから空気吸うけどこっちからも空気吸おうとする、こう吸い戻す、それがすごく効率が悪いわけですよ。はい、だからでかいキャブレターにする、でかいスロットにするっていうのが常識ですけど、小さくて十分なんですよ。ちゃんと入ればいいんですから、空気がね。で FCR の、まあ、キャブレターの時代は FCR、 これS&S のスーパー G、 一番でかいキャブレターよりかも空気吸うので、僕はこれ使ってたんですけど、それが2連装で作る、キャブではですね。なるほど。で今回のインジェクションスロットルボディ、これはねやはりね簡単にできないんですよ。今までスロットルボディ1個に対してマニホールドの途中でインジェクターがこうお互いに後ろ前でこう噴射してたんですが、スロットルが2つになると、でポートも2つになると、そしたらポートの途中でインジェクターをつける。そうすると僕はそもそもがそのマニホールドにインジェクターつけるの好きじゃないんですね。なぜかというとですね、レスポンスはいいとされてるんです、レスポンスはね。例えばドカッティのレーシングマシンなんかは、マニホールドのとこに1個、あとはスロットルの外に1個で、プライマリーセカンダリーっていう言い方で、2箇所でこうインジェクション噴射する、ガソリン噴射する。でなんで高回転になると外側の方に来るかっていうと、ガソリンと空気が混ざる前にシリンダーの中入っちゃうから、混ぜて入れなきゃよく燃えないので、低速の時はマニホールドのすぐバルブに近いところで噴射させ、高回転いったら外側の方から吸って空気とガソリン混ぜていかせる、こういうやり方をしてるんですけども、ハーレーの場合そもそもが吸い込む量が半端ないので、レスポンスもクソもない、もうバッと入った段階ですごい入っちゃう。だけど近いところで噴射しちゃうと混ざらないままで火がついてしまうんで、だったらもうスロットルのところのバタフライのすぐ後ろ、キャブレターと同じように一番乱流が起きるところに噴射させてあげればキャブと同じような味が出せるんじゃないかと。でそういうスロットルから作りました。で独立した形で、燃費もそんな悪くない、ちょっとオーナーさんに聞かなきゃいけないんですけど、燃費どのぐらい走るのか、どのぐらいでも20ぐらいはツーリングで、はい、だそうです。素晴らしいです。2030cc ですだから効率がいいってこういうことですね。でスーパー XR のスポーツスターのスーパー XR もですね、だいたい普通にツーリングで使うとリッター24、5走る。ワンキャブよりかも燃費がいい、でツーリングで本当に一定走行で走ると35リッターってお客さんいました、過去に。嘘でも何でもないです。何回もそれメーターも確認して、で今までもいろんな雑誌でインプレやってですね、結構飛ばされてる時でもリッター20切ることはほとんどなかったですね。そのぐらい効率のいいエンジンなんですけど、それがビッグツインに生かされてたという形ですね。でエンジンの方の話ちょっと急に変わっちゃったんですけども、はい、エンジンに関して言うとそのスポーツターのものそのまま移植できないんですよ。まずツインカムなんです、スタッドボルトの位置が違う、はい、排気量がでかいのでバルブの大きさも違う、はい、燃焼室の大きさも違う、でバルブの角度も違ってきます。それともっと一番大きいのはもう見てもらうと分かるんですけど、スポーツタイヤのロッカーカバーの幅が広い、分かります？はい、この幅がですね、はい、なぜかっていうとプッシュロッドのついてる位置が違うので、スポーツターのまんまでいくとプッシュロッドがすごい斜めになっちゃうんですよ。外高回転回した時に外れてしまうので、ロッカームも16ミリ長いんです。ロッカーシャフトも16ミリだから全部が16ミリ長く、スポーツタイヤがも長く、つまり新設計ですよね。そういうふうにして作ってたもんなんですけども、僕は思ってる以上に意外とすんなり、あとカムも、ギアドライブギアトレーンのカムなんですけども、はい、これもアンドリュースにうちの方からオーダーメイドで作らせて、設計して作ったものなんですけど、通常のツインカムのヘッドとかエボリューションのヘッドに比べて、バルブのアングルの問題であんまり高いリフトのカム入れられないんですね。で僕自身がレース用のカムでもあんまりリフトの高いカム使うの嫌いなんで、
リフトをあまり高くせず、この排気量の空気を出し入れしなきゃいけない、なおかつそこそこ回転数も上げられるようにしなきゃいけない、でなおかつ低速は3拍子が出るぐらい低速効かせなきゃいけない、もうこれはちょっと頭使いましたけど、かなりいいものができてて、でそのエンジンを心臓部に持った、しかもその台風の時に横風にも強い、そういうボディを今回というかもう出て何年も経ちますけど、形にさせていただいたものの1台をお客さんの方から好意で今回インプレで使わせていただけるということなので、ありがとうございます。よろしくお願いします。